始まりました YouTube ワークスアワード。本日司会を務めさせていただきますあこです。よろしくお願いします。YouTube ワークスアワードは Google が主催する新しい広告賞で、広告プラットフォームとしての YouTube を活用し、高い広告効果を獲得し、ビジネスを成功に導いた動画を表彰するアワードです。本日はアワードの審査委員長を務めるお二方にもお越しいただきました。まずは先日ヒカキン TV でチャンネル登録者900万人を突破した日本を代表するクリエイター、ヒカキンさんです。ハロー YouTube ワークス。どうもヒカキンです。よろしくお願いします。そして国民的テレビコマーシャルをいくつも手掛けてきた日本屈指のクリエイティブディレクターであり CM プランナー、電通の沢本義光さんです。沢本です。よろしくお願いします。それではヒカキンさん、沢本さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはヒカキンさんにお伺いします。審査委員長のお話が来た時はどう思いましたか？そうです。ちょっとびっくりしましたね。自分に務まるかなっていうのが少し心配だったんですけど、というのも普段は YouTuber として動画を作っていて、もちろん広告動画に演者として出演させていただいたり演出を考えたりっていうことはあるんですけど、その深い部分の裏側までをしっかりと見たことがない部分もありますし、いやこれは勉強になるんじゃないかなと思って恐縮ですが引き受けさせていただきました。そして沢本さんから見てですね、応募作品の印象はどんなものでしたか？僕はヒカキンさんと逆で普段動画の広告を作っているので、今回の YouTuber アワードに出てたのは本当に多岐にわたった YouTube の広告があったんですけど、作られている方もすごく多岐にわたってたので、普段目にしないようなものから、普段目にしているものまでまとめて見れたのがすごく刺激的でした。それでは本日開催するアワードの概要を簡単に紹介させていただきます。YouTube ワークスアワードは全部で7つの部門に分かれていて、各部門賞の中で最もインパクトが大きく、イノベーティブかつクリエイティビティに富んだ表現で YouTube 広告を最大限に活用し、ビジネスへの効果へとつなげることに成功したキャンペーンをグランプリとして表彰します。そして今回のアワードですが、こちらにいらっしゃるヒカキンさんと沢本さん以外にもなんと17名の方々が最終審査員として参加しています。どんな方々なのか、それでは VTR をご覧ください。沢本さん、そうそうたるメンバーですよね。そうですね。本当に見る側の方、出る側の方、そして実際作っている人間も含めてものすごく多岐にわたった方々が審査に参加してくれたので、すごく活発な議論ができてよかったなというふうに思っています。それではここで Google 合同会社執行役員 YouTube 日本代表の中条明子さんからメッセージをお預かりしています。ご覧ください。皆さんこんにちは。 YouTube 日本代表の中条明子です。この度は YouTube ワークスアワードのセレモニーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。まずは日本初開催となる YouTube ワークスに300以上に及ぶたくさんのご応募をいただきまして誠にありがとうございました。各賞の発表の前に私の方から少しだけ YouTube の最新情報をご紹介いたします。 YouTube は現在日本で18歳から64歳までの6500万人以上の方々にご利用いただいています。そしてこの1年間で最も特徴的な傾向といえるのがテレビ画面での YouTube 視聴です。2021年3月時点で2000万人以上の方がテレビで YouTube を楽しんでいます。中でも音楽やフィットネスといったジャンルのテレビでの視聴がとても増えています。そして現在幅広い年代の方々に視聴いただけるようになった YouTube が最も注力していることの一つがリスポンシビリティ。皆様に引き続き安心して安全にご利用いただくための責任を果たしていくことです。例えば昨年の10月から12月にかけて YouTube のコミュニティガイドラインに違反する動画をおよそ930万件削除いたしました。そのうちのおよそ 70% が10回未満の視聴で削除され、そのうちの半分にあたるおよそ 35% は1回も視聴されることなく削除されています。こ
この審査にあたっては世界中のトレーニングを受けた専門性の高い人材が地域ごとの言語、ニュアンス、文脈を考慮しコンテンツの審査を行っています。このようなコミュニティを守る取り組みは動画コンテンツだけではなく動画広告でも強化しています。広告主の皆様に安心して広告をご出稿いただくためにも今後もさらに推進してまいります。さて、このように多くの方に愛されるプラットフォームに成長した YouTube は日経 BP コンサルティングが年に一度日本を代表する1500のブランドの評価を測定するブランドジャパンにおいて去年と今年の2年連続で一般生活者編総合力ランキングの第1位に選出をいただきました。一般生活者の皆様にリスポンシビリティ強化による健全化を評価された去年に続き、今年は革新性と利便性が高く評価されたことはとても嬉しく思っています。本日発表させていただく YouTube ワークスアワードではマーケティング目的に合わせて YouTube 広告をご活用いただき、コスト効率の良いリーチの獲得、ブランド認知やコンバージョン、売上の増加など視聴者に価値のあるメッセージを提供することで高い広告効果を獲得し、ビジネスの成果を上げた企業、そしてキャンペーンを表彰させていただきます。受賞された皆様、本当におめでとうございます。それではいよいよセレモニーを開始いたします。皆様、YouTube ワークスアワードをどうぞお楽しみください。中条さん、ありがとうございます。テレビで視聴する方々が増えているということでしたが、沢本さん、こちらのお話を受けていかがですか？はい、動画の表現ってモニターの大きさと実は密接な関係があると思っています。で、スマホで見るというふうなことを前提に作っている動画と、いやテレビで見られるかもしれないというふうに思って作る動画の表現は変わってくる可能性がありますので、この先表現もそれにつれて変わってくるのではないかなというふうに思います。広告っていう面で言いますと、テレビで見たときはやはり情報がですね少し伝わりやすくなってくるというふうに思ってますので、広告という面では実はさらに使いやすい媒体になっていくかなというふうな予感はします。沢本さん、ありがとうございます。そしてヒカキンさんにもお伺いします。 VTR でリスポンシビリティ、責任という言葉をおっしゃっていましたが、ヒカキンさんもやはりクリエイターとして動画を見る人のことを配慮されていますか？かなり気を使ってる方だとは思っていて、やっぱりモニターのその先に10万人100万人っていう人が見てるっていうことを想像するのが難しいんですけど、想像してさらっと言ったその一言でももしかしたら少し嫌な気持ちになる人がなんか数人出るんじゃないかとか、そんなことをいつも想像しながら動画を撮影して編集してるんですけど、先ほどありましたようにテレビで視聴する人も増えてきてるっていうところでいうと、家族でご飯食べながら見てたらこれちょっとやりすぎかなとか、そういうところも今後気を使っていくべきかなと思います。YouTube がブランドジャパンの一般生活者編総合力ランキングにおいて2年連続で第1位に選出されたということですが、これもすごく簡単に言うと、生活の中に完全に溶け込んでるっていうふうなことだと思うんですね。今までは YouTube って特別なものだった気がしますけども、もうある種生活の一部としてこれと接していくというふうな時代が来てるんだというふうに思います。各部門賞の発表の前にまずはファイナリスト作品についてお話を伺っていきたいと思います。300作品以上の応募があり、その中からファイナリストの40作品を審査されたそうですが、ご覧になった印象はどうでしたか？レベルが高すぎてどれに何点をつければいいんだっていう審査もすごい拮抗したり議論が続いたりと、僕自身が勉強になったなっていう感じでした。沢本さんはいかがでしたか？ジャンルが多岐にわたっているっていうのが一番の僕の感想で、 YouTube で広告出そうと思ったら個人でも出せるじゃないですか。ものすごく大きな会社でも出せるし、そうすると動画の幅も個人が作られたものからものすごい予算かけられたものまですごく幅広くあって、テレビ CM とかだとなかなかそういう個人のものってないんですけど、その点でいうといろんな方々が参加できて、いろんな表現が多岐にわたってあったというふうな印象がとても強いです。
沢本さんはこれまでたくさんのテレビコマーシャルを作られてきたと思うのですが、そもそも YouTube 広告は同じ動画という意味でテレビ広告とはどのようなところが違うんでしょうか。はい、テレビ広告の特徴としては実は秒数の制限があるっていうことなんですね。15秒とか30秒とかで、その中にどうしても詰め込もうとしちゃうんですよ。そうすると結構密度が高くなっていって、もしかしたら高すぎて受け取れないっていうふうなこともあるかもしれないんですけど、 YouTube の場合は時間が作り手に任されている部分があります。その時間とうまく商品ともしくはメッセージを、一番いいタイミングで出していくっていうふうなことが YouTube の中では逆に試されている気がして、それはすごく面白く見てました。それではここから各部門の受賞作品をご紹介していきたいと思います。まずはクリエイティブエフェクティブネス部門です。クリエイティブエフェクティブネス部門は YouTube の特性を生かしたクリエイティブアイデアで多様化する生活者インサイトを的確に捉え、ビジネス成果へとつなげることができたキャンペーンを表彰する部門です。クリエイティブエフェクティブネス部門賞に輝いたのは大塚製薬株式会社2020年夏部活です。Turn out the light. Sleep and you'll find peace of mind. The sun. 2020年は新型コロナウイルスの影響により学生が目指すさまざまな大会が中止・休校。引退する場所や夢の舞台を失った高校生たちに何か届けられないかと考え、学生たちに寄り添う広告を目指しました。そこで現役部活生60人へのリモートインタビューを通し、学生たちの生の声をコピーに採用。悔しさや不安だけでなく、2020年の夏に懸命に戦う学生の姿を克明に描き出したドキュメンタリー的な広告を制作しました。 YouTube での視聴傾向によるターゲティングの割り出しと、若者や現役部活生への効率的なリーチの獲得の結果、227万回再生を超え、テレビ視聴層ではないユーザーの獲得に成功しました。今回ですね、非常に、レベルの高い作品が集まっておりまして、その中で、2020年夏部活というものが部門の、グランプリに輝いたんですけれども、もちろん広告として機能しているっていうところもあるんですけれども、YouTube が時代を記録し続けるっていう、ジャーナリズムだったりアーカイブっていうところにも、なってきているっていう可能性を指し示してくれたんじゃないかなというふうに思います。そして、広がりだけではなくて、深さっていうところもしっかりと YouTube の動画広告は作っていけるよねというところが、今回 YouTube の動画広告の未来というものを指し示してくれたんじゃないかなと思っております。このコロナっていうすごい異常事態の中で、学生さんたちの気持ちですとかにすごく深く、寄り添って丁寧に、ストーリーを描いていったところ、またそれがさらに、今現に学生やってる人たちだけじゃなくて、過去に部活をやっていたとか部活を頑張っていた人たち全てになんか刺さるような作品に仕上がっていたのが、すごく評価がありました。 YouTube は長尺の動画もしっかりと視聴いただけるため、深くブランドメッセージを伝えるために欠かすことができないプラットフォームです。ターゲットはもちろん幅広い世代の方に視聴いただけるため、予想を超えて多くの反響をいただくことができ、大変嬉しく思っております。2020年という大きな理不尽に振り回されながらも、なんとかクライアントの皆さん、チームみんなの力でローンチできた仕事だったので、このような素晴らしい賞をいただけて嬉しいです。おめでとうございます。それでは続いてメディアオーケストレーション部門です。メディアオーケストレーション部門は YouTube、SNS、テレビ、新聞、雑誌など
さまざまなメディアを戦略的に利用し、効率的なアプローチを行ったキャンペーンを表彰する部門です。メディアオーケストレーション部門賞に輝いたのはトヨタ自動車株式会社トヨタイムズです。今日はよろしくお願いいたします。1年間編集長として勤めてきました。社長に聞きたいことがいっぱいあります。いろんな現場行かせていただきましたけど、一番聞いた言葉が安心。社内向けのコミュニケーションをマスメディアまで含めた統合コミュニケーションにすることで、社内のモチベーション作りだけでなく、社外にトヨタの応援団を作ることを目指しました。そこでテレビ CM や新聞広告などのマスメディアでビジョンを掲げ、サイトへの流入を促し、サイトでの情報発信をソーシャルメディアでの拡散を行うという設計で、社内外広報、広告、SNS の境目をなくしたコミュニケーションの構築を目指し、広告と広報の融合に挑戦しました。すべての情報のハブとしてトヨタイムズチャンネルを開設し、 YouTube 広告を活用した結果、チャンネル登録者、記事誘導などが増加。さらに調査回答者の来店以降は 73% を記録し、販売シェアも上昇しました。 YouTube はもちろんテレビやグラフィック広告、それから広報戦略といったことをすべて有機的に結びつけて、一つのトヨタイムズというコンテンツを作っているというところで、メディアオーケストレーションという部門の賞にふさわしいなというふうに議論をしました。自ら編集して発信できる一つのメディアを作り上げたかったんだろうなというふうに想像してまして、すごくそれって覚悟もいるし、継続するための労力もすごく必要だと思うんですけれども、そこをしっかり何年間もやられているというところで、本当に尊敬すべきコンテンツだなという議論をしました。日本を代表する大企業であるトヨタが、なんかこう YouTube を介して一般消費者や、あと車にそこまで興味のない人にまで目線を下げて語りかけてきているという点もとても評価に値すると思いました。 CM をすごい遠い世界からバンバン打っている企業という印象がある中で、そこがものすごくなんか近いところまで降りて、しかもそれを分かりやすくやっているっていうところは、一般消費者目線というところから見ても優れているのではないかなと思います。ずっと広告はテレビ CM がやはり効率は一番いい、今でもそういう考えも一部あると思うんですけども、そういったやり方に対しての一石を投じるものになっていたというふうに思っています。非常に納得の受賞でした。メディアオーケストレーションって、この賞自体が初めてのものなんですけど、その中で悩んだのは単純なクリエイティブの面白さでいくのか、それだけじゃないさまざまなメディアが響き合ってブランド価値を上げてるかどうかっていう、それ同時に話し合うすごい有意義な議論をできた上で、トヨタイムズはそれに一番沿う作品じゃないかっていうことが満場一致に近い形で決まったのが、なんで本当に納得ですね。トヨタイムズは広告と広報を融合させた本気のオウンドメディアです。 CM はウェブへの入り口、ウェブや YouTube チャンネルには CM には収まりきらない取材の全貌やウェブ独自の記事も掲載しています。今後も YouTube をはじめとするプラットフォームを活用し、より本物のメディアになるべく挑戦を続けてまいります。トヨタイムズがビジネス上も機能したと認めてもらえたことを大変嬉しく思っています。また取材を受けてくださった方々も含め、みんなの力で受賞できたと思うとさらに嬉しいです。おめでとうございます。それでは続いてパフォーマンス・フォー・アクション部門です。パフォーマンス・フォー・アクション部門は YouTube 動画の力を利用してオーディエンスの意思決定を後押しし、行動を促すことに成功したキャンペーンを表彰する部門です。パフォーマンス・フォー・アクション部門賞に輝いたのは株式会社ゲームオン、この世界は青春みたいだです。何よりもリアルだった。
あの頃はバカみたいに緊張してバカみたいに楽しくて。ゲームオン5年ぶりの大型ローンチとなるロストアークは PC プレイ限定なため、プレイ環境を整えること自体に高いハードルが存在しました。そこで YouTube 動画広告では共感獲得とポジティブな口コミで期待値を高めることを目的に、ゲームプレイヤーたちのドラマを描くことで競合の広告表現と差別化しました。そしてトゥルービューアクション広告を活用し、 PC オンラインゲーム関心者に絞ってターゲット配信、視聴数とサイト訪問数の増加を目指しました。その結果、ポジティブな口コミを集めたことで広告経由以外の再生も伸び、再生回数は1057万回再生を突破。サイトのページビュー数は対過去実績 123% を記録しました。さらには過去大型タイトルと比較し、歴代1のゲームスタートユーザー数を獲得、対過去実績 129% を達成することができました。このパフォーマンスフォーアクションではどれだけオーディエンスの意思決定を動かして、で実際の行動にまで持っていけたかっていうところをすごく評価してましたけども、このゲームをリリースする以前からおそらくYouTube の動画を使ってプロモーションすることを設計されてたんだなっていうぐらい、やはり動画の力を信じられている、映像を豊かに作られているっていうのが革新の特徴としてまずありました。その昔オンラインゲームをやってたユーザー層にとっても、この映像を見るだけでなんかすごく懐かしさとともにその世界にもう一度引き込まれるような、共感を生むような映像効果を使われていたのが、効果につながったんだろうなというふうに思っています。今回本当にこれで獲得できるのか、このクオリティでいいんだっけみたいな、僕も日頃本当にそういう獲得ができるような広告をたくさん作ってるんですけど、そういう葛藤があるというか、そのクオリティと、なんかその辺の議論がちゃんといろんな方とできて、みんな納得しながら決めれたのかなというふうに思ってるんで、いい議論できたなというふうに思っています。ゲームの広告は良くも悪くもゲームの映像を用い、その特徴を謳う必要があります。しかし今回の映像はロストアークが持つゲームの魅力とその可能性をオンラインゲームが本来持つ楽しさの本質で伝えることを念頭に制作しました。多くの共感や反響、ご意見をいただき感謝しております。 PC オンライン RPG に夢中になる楽しさを主役に、人生の楽しみ方の気になる選択肢の一つとして加わってほしいという思いで制作いたしました。今後も YouTube という可能性に満ちた舞台で、より多くの人の暮らしの楽しさや人生の可能性を広げるきっかけが作れるようなチャレンジを仕掛けていきたいと思います。おめでとうございます。それでは続いてスモールバジェットビッグリザルト部門です。スモールバジェットビッグリザルト部門は YouTube を最大限に活用した戦略的かつ革新的なクリエイティブにより YouTube 広告に投資した金額に対してより大きな成果が得られたキャンペーンを表彰する部門です。スモールバジェットビッグリザルト部門賞に輝いたのは株式会社池田模範堂股間戦士 M ズーンです。股間戦士 M ズーン第6話偽股間ヒーロー現る、宿敵ムレテールの登場、かゆみさんま人の襲来、さらには大容量 35g 兄さんや男性の股間のかゆみを治す薬品であることから恥ずかしいなどのイメージがつきまとい、買いたくても買いにくいといった消費者心理が働いていました。そこで20代男性を中心に話題性のあるコミュニケーションを行い、ブランドイメージの向上、売上への貢献を大きなゴールとしました。そこでテレビ CM の世界観を YouTube で20代男性が反応するようにコミュニケーションを設計、股間戦士 M ズーンというアニメ動画広告を実施、動画をシリーズ化し話題を継続させ、多彩なコラボレーションを展開しました。 YouTube 生放送時に Amazon のデリケアエムズが売り切れるなど大きな反響を呼び、売上前年比
103.7% を達成。ツイッターでの M ズーンに関するリツイートなどの総リーチは目標の 1.5 倍を達成しました。40代イメージの強い商品に対してその YouTube のメディア特性というのを効果的に使ってその若年層にまでリーチさせたっていうところも良かったですし、バジェットが小さいウェブ動画広告っていうところでも果敢にチャレンジして多くの熱量を注いだ結果、幅広い層とのブランドリンケージっていうところをうまく高めてポジティブな態度変容につなげていたっていうところ、また次々とその見たくなる構成だったりとか音の使い方の見ようっていうのがその連続視聴っていうのをうまく促していたなと、そのコアファンを生んでいくっていう巧妙な作りがとても素晴らしかったなというふうに思っています。やっぱりそういう少ない予算でテレビのついでとかじゃなくて全くテレビとは違うコンテンツで勝負していいんだっていうか、それが、ビッグリザルトだったんじゃないかなと。その結果というのはもちろん売り上げだったり購買というねところにもあるんですけれども、単なる売り上げだけじゃなくてもっとこうハートの部分でちゃんとこう大きな成果があったんじゃないかなと。それぐらいみんなすごい大好きなコンテンツで高く評価しました。広告効果の最大化を掲げて企画立案を行ってきました。視聴者の反応が良ければ効率にも反映されますので、効果検証がしやすくターゲットをセグメントできるので効率よくアプローチできるのも YouTube の魅力です。今後も YouTube を活用しブランディングを行ってまいります。ニッチだけど強い映像作りとニッチだけど強い VTuber とのコラボ生放送実現というニッチの掛け算がビッグリザルトを生んだのではないかと思っています。おめでとうございます。それでは続いて Force for Good 部門です。Force for Good 部門は生活者との対話を深める、コアファンへブランドメッセージを届けるなど、収益やビジネスインパクトを超えて自社のブランドパーパスを表現し、社会的意義のあるコミュニケーションを展開したキャンペーンを表彰する部門です。Force for Good 部門賞に輝いたのはナイキジャパン。動かし続ける自分を、未来を The future isn't waiting です。私って何者？できることなんてあるの？スポーツには世界を変える力があるという信念から生まれた You Can't Stop Sports。 若い女性たちにスポーツが日本や世界に大きな変革をもたらすツールだと気づいてもらうことを目的にしました。そこで18歳から22歳の女性へのインタビューを実施。いじめをはじめ日本の文化を変えたいと願う声が多くありました。そして日本の若者たちにスポーツで得た自信を通して世界を変えることができるということを伝えるため、動かし続ける自分を、未来をコンセプトにサッカーを通して自信を取り戻していく姿を描きました。その結果、YouTube の幅広い年齢層へのリーチ力により国内外で多くの議論を巻き起こしました。ターゲットオーディエンスである日本人の若者たちからは高評価を得ることができました。日本であまり大きな声で話されてこなかった国籍による差別だったりとか、そういったものっていうのをナイキのようなビッグブランドが、批判も恐れずに直球なメッセージとして映像メッセージにしてきたっていうのをやっぱり高く、評価をしています。実際そういった問題っていうものも全くないわけではないっていうのに気づかせてくれて、それによってもしかしたらアクションにいい方向に向かっていってくれるアクションにつなげてくれる人も出てくるかもという意味においてはとても力強いメッセージかなと。映像作品単体ではなくその賛否含めたその後の議論っていうのもトータルしてやはりこの作品として評価すべきかなという、ことを審査員の中では話してました。審査がとても難航したんですけれども、得票数的には圧倒的にナイキさんのものに票が入ったと思っています。テーマだけじゃなくてですね、フィルムのクオリティだったりとか音楽であったりとか
キャストであったりとか総合して一つちょっと抜きに出ていたのかなというふうに思います。高評価、低評価、YouTube 上でも結構評価が割れているという部分があるんですけれども、そもそも今の日本人というか若い人たちは特にあまり何かを見たときに考えるという行動をしないというか、分かりやすいものを、重要視してしまうという部分があると思うんですけど、意見が分かれるっていうことはすなわち議論があるということで、物事を考えるというきっかけを作れたという意味でも一つ、大変意義深い、作品になったのではないかなというふうに思っております。動かし続ける自分を未来をご覧くださりありがとうございます。私たちはスポーツにはより良い世界がどのようなものかを示し、前向きな変化を促す力があると信じています。 YouTube の幅広い年齢層へのリーチ力は国内だけでなく字幕機能の効果もあり、国外のコンシューマーによりリーチできるバリューもあります。 YouTube は Twitter、テレビニュース、口コミなどを介して本映像について周囲から見聞きした人たちがそれを検索し視聴するためのビデオサーチエンジンとしても大きな役割を担っています。おめでとうございます。それでは続いてブレイクスルーアドバタイザー部門です。ブレイクスルーアドバタイザー部門は実験的な視点と革新的な戦略で2020年に本格的 YouTube 広告を利用して飛躍的な成功を収めた企業を表彰する部門です。ブレイクスルーアドバタイザー部門賞に輝いたのは金鉄デリカフーズ株式会社金鉄です。ちくわには右も左もありません。金鉄カニをカニかまぼこ、ほぼカニのヒットなどで全国制覇を狙う機は熟したが、日本の真ん中である東京関東圏で認知度不足による売り上げの頭打ちが悩みの種でした。そこで6秒のバンパー広告で金鉄だけを認知してもらうことに絞り込み、20パターン以上の素材を用意し、およそ80万円の予算で実施しました。その結果、認知率が11ポイントアップ。 PR 期間中でサイト来訪者がおよそ10倍に増加。東京圏での商談が成立しました。やる気はあるが予算のない地方の企業に向けて YouTube は価値あるものとして認められた良い事例にもなったと考えています。特に着目されたポイントとしては、どれだけ効果的・効率的にメディアを使ってこられたかです。地方から全国に進出していく中で、企業ブランドをどのように認知させていくかというところで、メディアの使い方が非常に秀逸でありました。短い6秒の中で企業名が非常にバランスよく表現されており、まだ YouTube を使ったことのない企業の皆さんにも大変参考になる事例ではないかと考えています。6秒をいかに使うのかみたいなところっていうのは既存メディアの中ではなかなか議論されてなかったようなポイントで、本当にその6秒っていう短い時間の中に何を入れ込んで何を残すのか、その後何をアクションさせるのかっていったところを非常に考えられた作品だったのではないかなというふうに思います。このコンテをいただいた時には、広告というよりもなんだかあまり深い意味のないメッセージが妙に熱い語り口で語られて、なんじゃこれと思いましたが、そういうメッセージを流すのが金鉄らしいと思い採用しました。これからも金鉄らしい広告を発信してまいります。費用に制限があるが大都市でのコミュニケーションを狙いたいという戦略に YouTube のバンパー広告はぴったりでした。デジタルの海は飽和していること、地上波 CM とは考えを切り替え、スマホの小さな画面で6秒を使って社名だけを叩き込むことを目指しました。おめでとうございます。それでは続いて YouTube クリエイターパートナーコラボレーション部門です。 YouTube クリエイターパートナーコラボレーション部門は YouTube で動画を投稿するクリエイター
パートナーとコラボレーションを実施し、高い効果を獲得したブランドのキャンペーンを表彰する部門です。YouTube クリエイターパートナーコラボレーション部門賞に輝いたのは株式会社モビリティランド、森の中のモビリティテーマパークツインリンクモテギです。モビリティランドが運営する施設ツインリンクモテギへの送客と売上拡大を最終目的として、テレビ CM では狙えない親子層へのテーマパークの認知拡大を達成することに挑戦しました。そこで施設の広大さ、綺麗さ、面白さを見せること、そしてクリエイターのキラーコンテンツである鬼ごっこを掛け合わせ、施設全体を活用したドローンと鬼ごっこという企画を制作。その結果、タイアップ動画は公開1ヶ月で再生回数400万以上を突破し、認知獲得に貢献。憧れのクリエイターが遊んでいた場所と記憶させ、子どもから親に会話するきっかけを作ったり、疑似体験を生むことにより集客につなげることができました。実は満場一致でもう全員これだっていう形で優勝が決まったんですけれども、やっぱりそれぐらいの再生数も飛び抜けて高かったりとか、絶対にこれが、集客につながるだろうっていうぐらい事細かにテーマパークの魅力とか場所をふんだんに紹介していて、その上でコンテンツとしても面白くさせているというところがすごく評価の高いポイントになっておりました。ものすごくクリエイターさんの特徴だとかこれまでの文脈を理解した上で、それをどう企業が一緒に手を組むことで大きくできるか、もっと面白くできるかというところに絶対忠実にのっとってやられていたかなということを思っております。企業さんとタイアップというかコラボさせていただくことがありまして、自分が本当に楽しいと思えるものを見てる方にも楽しく届けられるようにしなきゃいけないっていうのがもちろんなんですけど、フィッシャーズさんっていう人気な私も大好きな YouTuber さんがいて、そしてその良さをまた引き出してくれる企業さんがあって、シンプルに見てて楽しいし、そのもの自体にもそのコラボしてる YouTuber さんにも興味が持てる、お互いにいい関係になっているかなと思いました。すごくなんか面白いなと思ったのが、芸能人の YouTuber 参入っていうところで、なんかYouTuber だと思っている方とその YouTuber だと思ってない方みたいな部分のところがなんかすごくなんか興味深いなみたいな、一番分かりやすくYouTube というものを使ったいわゆる広告になってたんじゃないかなというふうに思いました。フィッシャーズの皆さんにはツインリンクモテギの広大なフィールドを自由に使っていただき、日本中の子どもたちがワクワクするようなコンテンツの制作を依頼させていただきました。その結果、我々の想像をはるかに超えたアイデアとパフォーマンスにあふれる作品となり、かつてない大きな反響となりました。フィッシャーズの強みを最大に生かしたスケールの大きな企画やクリエイティブサポートを通じ、皆様に驚きと楽しみをお届けできたことを嬉しく思っております。今後もさらなる驚きと楽しみを提供できるタイアップコンテンツ作りに取り組んでまいります。おめでとうございます。以上が7部門の受賞作品でしたが、お二人が特に気になった作品はどれでしたか？僕は大塚製薬さんの2020年夏部活というものがとても気になりました。でこの2020年という年を記録するというふうな意味でも、この YouTube の広告というふうなものが役に立っているというふうな点が一つ大きな点としてあると思いますし、これ長さがやはりテレビ CM だと伝えきれないと思うんですよ。この気持ちとか奥深さとか、これがやっぱり YouTube というところで少し長めに時間を取れて、それをきちんと演出するというふうなことで初めて動画として力を最大限に発揮できているなというふうに思いました。それではヒカキンさんはどの作品が気になりましたか？ツインリンクモテギですね。
僕と同じ事務所のフィッシャーズっていう YouTuber とのコラボレーションした広告なんですけど、こう同じ YouTuber 目線として見てると本当にこういう広告増えたらいいなってぐらいすごくウィンウィンの関係にあったなっていう広告だなと思ったんですね。というのもフィッシャーズはいつもこう体を使ったアスレチック動画なんかが人気で、本当それの延長線上にある視聴者も喜べる企画がしっかりと実現されていて、その結果すごい再生数につながって、集客にもつながったんじゃないかなと思うんで、すごいもうぴったりな敵役でウィンウィンの、大成功の広告だったんじゃないかなと思いました。そしてヒカキンさんとコラボした作品もファイナリストに残ってましたよね。ユニクロさんとのコラボ動画でしたが、どんな印象でしたか？ずっと昔からユニクロさんのT シャツとかジーンズを動画内で本当に好きで着心地とかがでずっと着用してて、今回初めてコラボレーションさせていただいたので単純に嬉しかったんですけど、それ以上に僕がやりたいことを柔軟にやっていいよと言っていただき、とてつもないでかい箱にたくさんプレゼント詰めていただくとかってどうですかって言ったらいいですよっていう、そこが本当に柔軟に対応していただけたので、視聴者も見てて楽しいですし、新商品の PR もすごく、楽しく見ていただけて、その結果すごく大成功につながりました。今回は惜しくも受賞は逃しましたが、ファイナリストに残った作品も本当素晴らしい作品ばかりでしたね。沢本さん、広告制作者、特にテレビコマーシャルの視点から見て印象に残っている作品はありますか？はい、2つありまして、1つはですね、株式会社池内様の板金娘で、この池内様って自動車の修理工場なんですね。でその修理工場って本当に個人個人の小さな工場ですけど、そういう方々でも板金娘っていう看板娘のような方がその修理の仕方を説明してくれるというふうな、YouTube を作っていただくことによって、その動画自体がもうコンテンツになっていると。だから本当にどういう方でも、発信できるんだなっていうふうなことが一個あるのと同時に、僕はこの板金娘見ながら自分でも車すったばっかだったんで、慌ててそこの電話番号とかメモしてですね、これちょっといけないかな、電話できないかなっていうふうに思ったりもしたので、広告効果もとてもいいものだったなというふうに思っています。今度また対局でですね、相鉄ホールディングス株式会社様の100 Years Train っていう、相鉄が、相模鉄道ですね、新宿に乗り入れているというふうな話を伝えるのにとても長いストーリーを作ってくれてるんですけど、これはテレビでは多分流れてないと思うんですよ。 CM としてはここで使っている音楽がですね、サカナクションとくるりのマッシュアップ音楽だったりしたんですけど、音楽の力が強いというのも同時ですけど、タレントさんの演技も素晴らしく、結果ですね、みんながよく知っているような動画へと急にある期間だけでものすごく上り詰めたっていうのがあって、これはやっぱり単体として動画の力が強ければ今は広告としてもう完全に成立するんだというふうなものの代表例として、作品のクオリティも含めとても羨ましいと思うぐらいに素晴らしかったです。ヒカキンさん、ファイナリストに残った作品でクリエイターという目線から見て印象深かった作品はありましたか？教えて一郎先生。一郎さんがもう先生役になって子どもたちの質問に対して答えていくっていう広告なんですけど、このお話いただく前にもう僕自然とその広告流れてきて見入ってしまって全部見てしまってたんですよ。なのでこれはもう僕の中ではもう本当にトップクラスに、自然ともうグランプリに出るんじゃないかくらい好きだったので、もうその時点で評価は僕の中で高かったんですけど、イチローさんの、普段のなんていうんですかね、プライベートなような質問までこんなこと聞けないじゃんっていうのをすごく個人的に大好きで聞いてしまったっていう、もう一つが大塚製薬株式会社さんのポカリスエットポカリネオ合唱、この広告は本当だったらみんなで集まって撮る予定だった広告が
今こういう状況で撮れなくなってしまって、スマートフォンでその結果自撮りでみんなでもう家でこう自撮りで合唱しようっていう風になったっていう広告なんですけど、それがみんな本当にでも生き生きとしてて、で自撮りも今時っぽくてよくて楽しそうなんですけど、やっぱりみんなこうグッとこらえて家にいるっていうのがぐっとちょっと伝わってくる部分があって、僕も心を打たれて、この広告もすごい良かったなっていうのが印象に強く残っています。どれも本当にオリジナリティあふれる素晴らしい作品でした。進化を続ける YouTube の世界。YouTube は18歳から64歳という幅広い年齢層で、亡くなったら最も寂しいプラットフォームとなっていることからも、人々の日常に欠かせないプラットフォームとなってきています。今回のアワードで審査員を務められた皆さんは YouTube についてどんな考えを持っているのでしょうか。 VTR をどうぞ。 YouTube はもうそのプラットフォームって、インフラに近い状態にもなってますよね。テレビの中でも YouTube にスピンオフ作るのも出てきているし、芸能人が YouTube に参加するようになってきたということは、もう一つのメディアというのを超えてインフラに近い状態になってきてるなというふうに思います。でかつですね、お笑い芸人のコントっていうものの価値が何倍も上がってきてて、昔は単独ライブやったら終わりだったんですけど、今は単独ライブをやる、それの配信で、数万人を動員する、かつそれを YouTube に格納すると、それが、サンドイッチマンや東京03になると1000万再生をして、多分そのテレビのギャラよりも何倍も収益を上げるってなると、強くて濃いコンテンツの価値がどんどん上がってるような気がします。それは、芸能人の中でも。そこが、今後の、芸能人、そしてテレビ界、そういうバラエティ界をどんどん変えていくことになるんだろうなと思っています。今年に入って特に顕著になっているのは、リッチなコンテンツが増えたなっていうふうに思ってます。YouTuber さんが作るコンテンツだけじゃなくて、メディアがちゃんと参入してきて、テレビの番組を超えるようなバジェットの作品も徐々に増えてきているので、ここからさらにコンテンツ競争というものは激しくなるんだろうなっていうふうに思っています。以前はテレビとかマスメディアっていうのがあっての YouTube とかオンラインビデオプラットフォームだったと思うんですけど、もはや YouTube の方がメインメディアになってきちゃってるような時代かなっていうのを改めて思って、やっぱりテレビで見た CM よりも YouTube で見て流れてきたやつの方が覚えてるし、逆に今回そういったものがたくさん応募もされていたんで、そうなってきた時にそのオルタナティブメディアじゃなくてメインだって考えた時のクラフトの作り込みだったりとか、その CM にかけてる予算を今 YouTube 動画にも使ってるのかとか、なんかそのメディアのあり方が徐々に変わってきてるので、その中で YouTube アワードみたいなものが指標になっていてくれるといいなというふうにとっても思いましたね。YouTube のいいところはターゲティングであったりとかで、そのパーソナルにリーチするっていうメディアの特性があったんですけど、そのパーソナルだけじゃなくて、そのマスとパーソナルっていうのが混在する、使い方次第ではどっちもできるっていう大きな可能性を秘めたメディアだと思いますし、でそこが今後どんどん花開いていくと、社会にとってブランドにとってマーケティングにとってクリエイティブにとってとても必要なメディアの一つに絶対なっていくなっていうふうに思っています。いわゆるマス広告からどんどんデジタルでシフトということで、いろんなタイプの広告だったりですとかプラットフォームができている世の中です。その中で YouTube というのはやはりアドバンストに新しい広告フォーマットを提供されていて、今回の40作品を通してもこんなに違う使い方があるのか、そしてこんな風に効果的にビジネスをつなげることができるのかということで、私にもたくさんの学びがありました。おかげさまで楽天グループは今70以上のサービスがあるんですが、各サービスのプロモーションにとってやっぱり YouTube がもはやもうここ数年欠かせないものになっているのは事実だと思います。他の媒体と違うのはダイレクトにユーザーにコミュニケーションが取れ、場合によっては例えばユーザーの反応もですね、コメントだったりというところでダイレクトに知ることができるというところなので、ウェブの世界でビジネスをしている私たちにとっては欠かせないものになってきています。あともう一つやっぱり特徴的だなと思うのが挑戦がしやすいことかなというふうに思っています。コストの面でもいろんな意味で、YouTube であればセグメントをしながら今までのメッセージだけではなくてとんがった、そういったマーケティングができるという特徴を持っているので、新しい商品を出すとき、新しいサービスを出すときほどやはりすごい使うべきだなと改めて感じさせられました。
主張してる媒体そのままアクションが打てるって、これもう絶対的な価値であって、見て共感して行動をこう感化された瞬間にサービスの利用にまで持っていけるっていう、この媒体の価値はもう絶対的だなというふうに思ってます。ヒカキンさんは今年で YouTube を開始して15年になるとのことですが、昔と比べて今の YouTube はどう変化してきましたか？そうですね、やっぱりもう生活していく上で欠かせない存在というか、もうなくてはならない存在っていうぐらいまで大きくなったなと思いますね。本当に僕が始めた、10年前とかっていうのはこうミュージックビデオ見たいとか、本当にこうまだ限られたこうジャンルしかなかった気がするんですけど、今やもうゲーム実況からもうスポーツから、YouTuber みたいな人もいれば芸能人みたいな人もいる、もう本当に全てが詰まってる、もうびっくり箱みたいな、本当楽しさがあると思うんで、本当に僕はそれをずっと初期の頃から全てを見れて幸せなんですけど、あって当たり前というか、本当エンターテインメントの中心だなと思います。沢本さんは YouTube 広告は今後どんなふうに変わっていくと思いますか？そうですね、広告出す側からするとあんまり予算がないから YouTube 出そうよっていうふうなことではなくですね、YouTube ありきでものを考えるというふうなことになってきたりしますし、その場合にじゃあ YouTube で何分やろう何秒やろうっていうものが実はそこももう制限もなくなってきているので、もしかしたらですねYouTube で2時間の映画を公開してそれで回収しようっていう風な広告があったら、それでももう多分成り立つと思います。なので今まで思ってきたような動画の使い方をする YouTube というもの自体を一回疑って、もっと新しいものができないかって思い続けない限りいいのができてこないし、逆に言うともっともっといいものができる素地を持ったプラットフォームになっているというふうに思います。それではいよいよグランプリの発表です。先ほど紹介した7部門の受賞作品の中から最もインパクトが大きくイノベーティブかつクリエイティビティに富んだ表現で YouTube 広告を最大限に活用し、ビジネスへの効果へとつなげることに成功したキャンペーンをグランプリとして表彰します。さあ、いよいよグランプリの発表です。 YouTube ワークスアワード栄えあるグランプリに輝いたのはナイキジャパン動かし続ける自分を未来を The Future Isn't Waiting です。本当におめでとうございます。時々考えるんだ。私って何者？できることなんてあるの？私期待外れなのかな？普通じゃないのかな？このままでいいのかな？全部無視できたらいいのに。私浮いてる？もっと馴染んだ方がいいのかな？ここにいちゃダメなの？みんな注目。今日は転校生を紹介します。みんなに好かれなきゃ。我慢しなきゃ。気にしないふりしなきゃ。関係ないじゃん。学だって大事なのよ。学と一緒にしないで。今までずっとそうだった。それが当たり前だって思ってた。でもそんなことないかもね。ないね。ないでしょ。ありえないって。いつか誰もが
ありのままに生きられる世界になるって。でもそんなの待ってられないよ。今回のグランプリの決定については審査会では様々な議論がありました。 YouTube 広告の未来を指し示す作品を選出するにあたり活発な議論が交わされ、最終投票では意見が分かれました。結果としては他の候補作品とかなりの接戦となりましたが、批判を恐れず社会問題に取り組む姿勢、 YouTube ならではの特徴を捉えた長尺で完成度の高いクリエイティブ、コメント欄を開放して社会的に議論を起こしたこと、そして事前に設定した広告効果を大きく達成していることを総合的に踏まえた結果、ナイキジャパンがグランプリに選出されました。 YouTube ワークスアワードグランプリ受賞おめでとうございました。さあお送りしてきました YouTube ワークスアワードですが、そろそろお別れの時間です。ヒカキンさん、最後に今回の審査を振り返ってみての感想をお願いします。もう本当に勉強になりました。ありがとうございましたっていうことに尽きるんですが、もう広告の審査で議論することが僕にとってめちゃくちゃ勉強になって、こう作り手側の意図とかどういう効果を出したいとか、そういうことまでしっかりと深掘りして、こんなプロフェッショナルな議論に参加したことはなかったので、今後自分の動画作りにも生きていくんだろうなっていうくらいすごく勉強になりました。本当に今日はありがとうございました。それでは沢本さんはいかがでしたか？はい、いろいろ審査会を今までやってきたことあるんですけど、いや一番に近く難しかったですね。というのは、いろいろな方がいてくれたので本当にきちんとした審査ができたと思うんですけど、そもそもですね YouTube のことを審査する人たちがこんなに僕含めて過去映像をいろいろ作ってきたっていうちょっと年配の人間がいていいんだろうかと。本当はもっと世代が若い方がいっぱいいて、その方々の意見を吸収した方がいいのかもしれないというふうに思ったりとか、結構ああいう審査会するとちょっとかっこつけて正しいことを言っちゃいたくなるんですけど、いや正しいことを言っちゃわないのが本当は見ている側のストレートな気持ちだとすると、審査ではそういうふうなことを言わない、もっと見てる人の気持ちに沿ったものを選んだ方がいいんじゃないかとか、いろいろ悩んだんですよ。で結果今年はこういうものを選んでいただいて発表できているというふうなことですけど、もしかしたら来年あるとすると全然違ったものになるかなというふうには思っていて、自分的にはとても大変だったけどとてもいい経験だったというふうに思って、審査できたと思います。今回発表した受賞作品とファイナリストは Google のウェブサイト Think with Google にて解説とともに紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。そして次回の YouTube ワークスアワードは2021年10月に詳細を発表予定です。応募対象は2021年1月1日から12月31日までに日本国内向けに広告配信をした作品ですので、これから YouTube に広告配信を検討されている方は今回発表された作品を参考にしていただき、効果的な広告制作にお役立てください。たくさんのご応募お待ちしています。それでは本日はご視聴ありがとうございました。 YouTube ワークスアワード、また来年お会いしましょう。